じゃあまずスケートとライフっていうのは何なのかって思った時に、自分の中でスケートボードがあったから今のこうコミュニティに入れるし、でコミュニケーションもいっぱい取れたし、いろんな人と出会って、今やってることが全部スケートから来たっていうのがまず一つだね。まずはそうだね、遡ることを上京した時の話からいこうかな。まあ、なんで上京したかって言ったら、当時、まあ、地元でずっと動いてたの、ね、まあ、練習して東京にも通ってたんだけど、でそこでたまたま東京にいる人たちから声かかって「いや来なよ来なよ」っていう連絡がこう急遽増えたので、嬉しかったんだよね。それもじゃあ東京行こうで、ノープランで最後のバイトのギャラだけ握りしめて、リュックとスケボーでこう来た東京に。でまずは立川だったね、スタートが。レスケのつかっちゃん、本当お世話になりましたねまあそこでまず東京ライフスタートして、で当時準備してたパートがあったの。自分ロン毛だったんだけど、そうだね、それを貯めて上京して、で某メディアにこう出す予定だったんだけど、まあその時の編集技術とかも多分俺ら自身にそんななかったから、だから多分採用されなかったのかな。けど内容は当時で言うと結構攻めてたと思う。まあけどそれが却下されて、やべ来たのにどうしようってなったし、それで自分がこう思い描いてたプラン通りにはならなくて、まずそこでへこんで、とりあえず滑りに行こうで、パーク行ったら次の世代の子たちめちゃくちゃうまいじゃん。でありえない、自分らの中ではもう異次元のような普通にトリックをやってて、世代交代が見えて、でまだ来て間もないのに結構挫折したね。普通にもうプロとしてとかプロになろうとかね、そういう意識が全部消えちゃって、で途方に迷って、まずどっから始めようってなったら仕事もねえしみたいな。でそこでつかっちゃんがね、いい居酒屋あるからちょっと紹介するよっていう話だったの。でそっからこうその居酒屋ちょっと飲みに行って紹介されて、まあタイトルがウケるよ、それいけちゃらおもうやべえよ。だけどすごい飯がうまいところで、まあ、ちょうど改装プラスまたオープンするってなって、その次の名前が面白い、バンコクチンチンっていう名前なんだよねタイ料理。まあ、そこでね、まあ働き始めて 2,3 ヶ月だったね、働いたトータル期間は。けどその間に、まあ、やっぱり居酒屋で働くために来てないから東京に、どうしようって考えてる時に、ここで俺スケボーやっててよかったって思うのが、ハフから連絡来たんだよね。ハフ渋谷、当時日本に初めてハフが入るっていうところでオープニングスタッフとして働かないかっていうオファーが来て、でそこでもう即だよね、答え。やりたいですみたいな。やっぱりスケボー好きだしみたいな。ハフなんて最高じゃんって言って、だから今日そこでね、やっぱ思うのが、スケボーしててよかったのがまず1個がそこだったね。やっぱりそのスケートしてたから見てくれる人がいて、でちゃんとやったから、その当時そうやって声がかかってくるから、すごい救われる部分がまず1個だったね。でそこからまあ渋谷でこう動くようになって、さまざまな人にまた出会ってって、自分が多分地元にいたら絶対出会わないような人たちとももういっぱい会ってってね、夜ストリート出たり、ね、スケーターとも普通の人もアパレル系の人もいっぱい会ってって、まずコミュニティがすごい広がったんだよね、その時。まあそうだね、そこが第一フェーズであって、でさらにね、スケボーが持ってきてくれたお話のもう一つがモデル業なんだの。そのモデル業はこれもまたご縁かなって思う出会い方で、当時ナイキで撮影してて、でそこにフィルマーのね、コバさんっていう人がいたんだよね。で今ではもう制作会社やっててすごい大きくなってるんだけど、そのコバさんと表参道でばったり会ったの、その時で。まあ久しぶりですみたいな。ですごいグッドバイブスの人で、久しぶりですでたわいもない話をこう続けてったら、急にモデル業やらないかって言われて、やってみようかなって。もう自分も結構目標を失ってたし、まあ、スケートでは世代交代があるから、まあ、目指すところはまたちょっと方向性変えてみてチャレンジしようって言って、そこからモデル業がスタートしてったので、その一発目がノースペースだったんだよね。
めっちゃラッキーと思って、シャーっつって海外案件だったんだけど海外のものを見れたし、本当モデルでは結構いろんな経験、海外の経験からやっぱり新しく出会う人だし、現場が様々だから常に新しく出会っていくし、すごい自分に合ってるなと思いながら今も続けてて、今日これもスケートでコバさんに出会ってなかったら多分なかった話だと思う。まあ頑張って自分でその事務所オーディションを受けてやっと事務所に入ってこうやるスタンスだったかもしれないけど、一生懸命スケボーに費やした時間の分が多分そういう違う形で返ってくるのかなって思って、モデル業との出会いでもあるし、スケボーしててよかったっていうのが。でそしてさらにね、今はね DJ っていう活動してるんだけど、まあ、DJ とスケートって関連性ないように見えてめちゃくちゃ自分の中であったんだよね。でこれも全部スケート、ほんとその話ばっかりしかしてないけど、そのスケートから全部本当に始まってて、でなんで DJ やってるかって言ったら別に DJ に憧れたわけじゃないんだよね。たまたま音楽が好きなので、スケートの当時やっぱりいろんな人のビデオパート DVD 作品が多くて、でやっぱりそこで流れる音楽とかもすごい好きで、当時はシャザムないんだよね。ないから聞いてタイトルで憶測でこうディグしてダウンロードするかとか、ワンチャンこれじゃねえのかクレジット見たりとか、もういろんな探し方でやっと見つけてって、でそれを当時の MP3 プレイヤーに入れてそのビデオパートの曲聴いてこう滑ったりとかで、まああと自分の場合たまたま出会う人が先輩でよく DJ してる人もいたりとか、その DJ してる先輩ヒップホップだったけど逆に結構パンクとかロックが大好きな先輩もいたし、結構音楽の話も多い環境にいたので、もともとだけどまあだからといってそれで DJ するとはもう頭にもねの片隅にもどこにもないから、まあそれで年々こう過ぎてったんだけど、当時まあここが DJ のスタートラインかな。一緒に働いてた佐々木康介っていう超グッドバイブスのやつがいるので、そいつがイベントやろうぜ俺らでってなった時に、ああなんか面白そうだねって言って、俺結構軽はずみな感じで言ってたのね。そしたらやってみようよってなった時に、じゃあヘナもセレクト、音楽のセレクト俺結構タイプだし好みだからもう DJ としてやろうよみたいな、やったことねえなみたいな、機材いじれねえしみたいな。だけどまあぶっ込んでったんだよね。で別につなぎとかそういう技術全然全く知らないし、 BPM ってなんだろうとかもうほんとゼロの中で DJ をこうファーストイベントでこう打った時に DJ プレイした時に周りが見えなくなったんだよね。最初鬼緊張してたけど、やべえもう脇汗やばいよ、ブワーってなってて、なんか初めてスケートの大会に出るみたいな感じ、全然どうしようみたいな。まあけど今日まあやるしかねえよな、もう人来てるしみたいな。でまあそれで流してやった瞬間にパーンなんだよね。もうスケボーでモード入る時分かる？もう周り見えたらもうどっぷりこうその瞬間がクソ楽しいみたいなっていうゾーンに入って終わって、あやべえやりてえってなって、そっから DJ がスタートしたので、何回も同じフレーズ言ってるけどこれは佐々木くん、ハーフがなかったらその佐々木くんとも出会わなかったし、でもともと音楽をディグる癖、スケートがあったからディグるっていう、もともと昔って結構ディグもっと結構足運んだりとかも多かったしさ、今結構便利だからあれだけど、もともとその癖があるから成り立ったもんでもあったかもしれない。まだ DJ としては全然浅いからまだこっから追求あるんだけど、まあ終わりがないよね。なんかやってみて思った、スケートと一緒で終わりがないものだなって思って、今のめり込んでこうやって徐々に現場が増えてって、とりあえずバイブスをお届けしてますって感じなんだけど、そうだね、まあそこも全部つながってるっていうか、その、まあ、趣味だったものが、まあ、がっつり仕事になってるわけじゃない DJ としてでも、けどギャラをちょっと少しずつもらえるようになったりとか。だけど何が一番最高ってさ、タイムリーに人の反応が見れるの。パートは結構時間かけて撮って試写会して、でそれ反応見て、よし次頑張ろう、それも最高じゃん。DJ ってその自分の選んだやつじゃん。でそれでぶち上がるじゃんって目の前で、もうたまんないよねたまんないところでこうハマってったんだけど、まあけど
枠が広がったんだよね。さらにそれでちょっとね今だいぶ脱線しちゃったんだけど、また DJ をやってやり続けていったらまたそこの人たちとも出会うと思うの、スケート以外で。で自分がここで何を伝えたいかって言ったら、何か別に一個のもの何でもいいと思う。どのジャンルでもそうだと思うけど、ずっとちゃんとそれをねディグしてって追求してってこうやっていけば、多分自分が気づかないところで何かにつながっていくと思うので、意外と自分にフィットするっていうか、だから無駄なものなんてないと思うし、絶対何でも続けるべきだし、両足突っ込んでから多分いろいろ始まると思うの、片足だけじゃなく。だからまあそれが将来じゃあ実際何になるかとかは分かんないけど、その誰も分かんないじゃん未来なんて。だけど何か一個のこと大好きで続けてって、さらに大好きなものにも合ってったりとか、さらに大好きな人たちが増えたりとかね、いろんな多分本当お金じゃ買えないものがすごいどっさり詰まってるのが自分の中でスケートなの。だから今モデルがやれてるし、こう DJ っていうまた面白い、もうジジイになってもできるじゃん、指動かせばいいだけだから。指と腕じゃん、屈伸運動しなくていいじゃん、スケボーみたいにだからまたそうやって何か楽しめるものがさらに1個増えて、こっからずっとやっていけるって思った時すげえ最高だな。だからスケボーしててマジで良かったし、自分の可能性広げてくれるって思ってるいつも。さらにあとは自分がどんだけ目開いて、じゃあそれをやってみようってなるかで、その今後の人生の過ごし方っていうか変わっていくし、実際今もう30に入ってるけど、まだ全然煮たり焼いたりでね、いろいろやってるんだけど、絶対何か何でもそうだけど続けていけばリンクするから、ぜひねみんなにもね、もうスケボー一瞬でも好きになったらずっと続けてったら、多分何かには絶対自分に合うものに出会うと思うし、考え方もすげえ変わると思う。物の見方とか、基本外に連れ出してくれるじゃんスケボーって。スケボーあるから外に出ようだし、外の世界をこう広い目で見た時に、自分の世界と外の世界がリンクした時、多分めっちゃ面白いことになるんじゃないっていう。そうだね、まあそんな感じで、まあただ単に自分の考えを言ってるんだけど、ぜひ何か別にスケート以外でもこう追求するものだったら、もう多分やりきるってないと思うよねないよね多分。一生やると思うから、まあぜひそのまま keep going でね、まあとりあえずバイブス届けてます。よろしくねじゃあじゃあ。